どうも、サックスと赤いイーウィエンドーサーの横地龍です。今回は僕が使用している赤いイーウィの楽器紹介です。この動画をご覧になられている方は、すでにイーウィで楽しんでおられる方が多いかと思いますが、これからイーウィを始めたいなという方にも、すでにいろいろと経験を積んでおられる方にも、楽しんでもらえる動画にしたいなと思っています。僕の場合、音色はエディットしていますが、外観は全くいじっておりませんので、皆さんがお持ちのイーウィと全く一緒です。今回はイーウィのことでよくいただく疑問や質問を解説しながら楽器紹介をしていきたいと思います。あと、やっと持ち運びに便利なオーディオインターフェースが手に入ったので、動画の最後の方には軽くイーウィのデモ演奏もしてみたいと思います。それではイーウィを細かく見ていきたいと思います。イーウィは副シンセサイザーで、エレクトリック・ウィンド・インストゥルメントのそれぞれの頭文字を取ってイウイと呼ばれています。イーウィはサックスよりも音域が広く、鍵盤では表現がなかなか難しい絶妙なニュアンスがつけやすいことがイーウィの魅力の一つだと思います。まずここにイーウィ 4000S と 5000がありますが、この違いは 4000S がこれまでのイーウィ1000、イーウィ3000、イーウィ3020と同様にノコギリ波、パルス波、三角波など波形の組み合わせで音色を作るもので、対してイーウィ5000は実際の楽器の音色をサンプリングしていて、イーウィ USB や9月に新発売されましたイーウィソロもこの方式をとっています。イーウィ5000だけの唯一の機能はワイヤレスに対応しているので、取り回しが非常にいいことが挙げられます。僕が主に使うのは イーウィ 4000S ですが、イーウィ5000はポップスとサポートなどで吹いたりしています。基本的な操作性はほぼ同じですので、ここからは主にイーウィ 4000S を使って説明したいと思います。さて、マウスピースですが、ここはゴムでできていて、管楽器奏者が苦労するアンプシャーなどは特に存在せず、刃でダイレクトで加えます。ここは音量やビブラートなどをコントロールしています。たまにビブラートがかけにくいと相談を受けますが、もしかしたらその方は深めにマウスピースを加えている可能性があります。ビブラートセンサーはこういう形状をしています。エコの原理と同じで、深めに加えると力がいる割には繊細なコントロールがつけにくく、浅めに加えた方が繊細なコントロールはつけやすいです。ちなみに僕は歯型からこの位置で加えているようです。もしこの辺で悩んでおられましたら、吹奏感も変わりますので、一度浅めに加えたり、あえて深めに加えたりして感覚を確かめてみてください。次に左手ですが、ここはオクターブとグライドをコントロールしています。個人的に重要だと思うのは親指の位置です。サックス吹きがイーウィを持つとどうしてもオクターブキーを押す感覚で親指を置いてしまうのですが、これがグライドセンサーに触るわ、オクターブローラーが思った以上に上下するわで大変なことになります。体格によって若干異なると思いますが、僕はここのエッジの部分に親指を置いている感じで、オクターブローラーに対して若干角度をつけて置いています。そして指先ですが、僕はがっつり押さずにイメージではキーのエッジに触れるぐらいの位置で構えています。イーウィはタッチセンサーですので、特に管楽器を演奏されている方は自然にキーに触れやすくなり、イーウィを初めて触る方は予期しない音が出てしまうと思います。僕は指自身が楽器のキーだと思っている感じで演奏をしています。今度は右手ですが、ここは主に連動を扱うことになります。イーウィ3020の時は特に意識はしていませんでしたが、イーウィ 4000S 以降、ここの位置にデフォルトの設定ではオクターブ下の音を同時に鳴らすインターバルボタン、最初の1音の音を持続させて音を重ねるホールドボタンがあり、右手も左手と同じで親指の位置が重要になると思います。左手と同様、右手の親指もここのエッジに置く方がホールドボタン、インターバルボタンのコントロールがしやすいように思います。指先は左手と同様抜き気味で構えています。さて、イーウィを吹く上で最も重要な部分にそれぞれのセンサー感度を調整することがあります。この部分は人それぞれですので、どの設定がベストだとは言い切れません。細かい調整の仕方などはすでに他の演奏家の方々が動画で解説をしているので、そちらの方をぜひご覧くださればと思いますが、
一つセッティングのご提案といいますか、僕が何を意識してセッティングをしているかを話したいと思います。まずブレスセンサーですが、この話は抽象的になりやすく、動画でうまく伝えれるか自信がありませんが、僕は音の立ち上がり、音を持続している時、音の終わりと主に3つのことを注目しています。僕が EUI のブレスセンサーで最も意識しているのが音の立ち上がりで、サックスと同じレスポンスで立ち上がるようにセッティングをしています。その方が持ち替えをした時に違和感が少ないからです。そうそう、EUI ってサックスと違って息が入りにくいなどの質問もよく受けます。息が抜けるようにマウスピースのゴムに何か加工をしてもいいのかと質問を受けますが、僕の答えとしては基本的にそれはやめた方がいいと思います。そもそも EUI の息抜けは電源を落とした状態と同じはずです。この状態ですでにしんどい場合は何かしらの対策を施さないと難しいとは思いますが、ほとんどの方はこの状態で不満が少ないと思います。ではなぜ息抜けが悪いように感じるかといえば、それは自分が期待しているレスポンスよりも遅いからです。逆に息抜けが軽い方は自分が思っているタイミングよりも、または期待しているタイミングよりも早く音が出ているということになります。この考え方は実際のサックスでも同じですが、少しマニアックになりますので、この話はまたにしたいと思います。息抜けがしんどいと思っている方はここの部分を研究してみてください。自分が思っているタイミングと合うと予想以上に指を扱っている感じが出るので楽しいですよ。次にキーディレイですが、もともとは設定値を4にしていたのですが、今現在は0にしています。初めて間もない方はデフォルトの設定値でもいいと思いますが、先日レッスンでどうしても指が早く回らないと相談を受け、生徒さんの指をずっと観察していたのですが、どうも押しているスピードに対し反応が遅いように思い、設定値を早めにして試してみましたら劇的に改善された事例がありました。設定値を早めますと変な音が出てしまうリスクもありますが、まだ自分は経験が浅いからと思わず、一度騙されたと思って早めに設定をしたり、逆にあえて遅めに設定をしたりして、いろいろと試してみてください。そこで問題が解決すればいい発見でしたし、もし改善されなくてもそこで得た経験は今後どこかで役に立つと思います。それでは今回よしめめさんからカラオケ音源をご協力いただきましたので、デモ演奏をしてみたいと思います。よしめめさんの Twitter アカウントなどは下記概要欄の方にリンクを貼ってますので、ぜひアクセスしてください。よしめめさん、ありがとうございます。それでは聴いてください。
回新しい試みで動画を撮ってみましたがいかがだったでしょうか。もっと詳しいセッティング方法などは他のエンドーサーの方や吉めめさんをはじめネットの創世期の頃からお世話になっている方々が詳しい動画を出されていますので、そちらの方をご覧いただくか、僕の方でよろしければコメント欄の方によろしくお願いいたします。このチャンネルでは僕がアーティストサポート、ライブツアーやレコーディングなどで経験をしたことをもとに効率の良い練習方法やアドリブの作り方、楽器、マウスピース、リードなどのセッティング、商品紹介など個人的な備忘録も兼ねつつ情報をシェアし、時には視聴者さんのご質問にもお答えしつつ皆様と一緒に育てていきたいなと思っているチャンネルです。今回の動画でご質問などございましたら僕が分かる範囲でお答えいたしますので、お気軽にコメント欄の方に書いてくださればと思います。またレッスンのことやライブ情報などは下記概要欄の方にリンクを貼ってありますのでぜひご覧ください。今後も楽器紹介動画や Q&A コーナーなどいろいろアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。最後までご覧くださりありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。